皆様いつもご視聴ありがとうございます。ガモーレです。早いもので2025年も本日で終わりとなりました。今年もいろいろな動画を提供させていただいて、どんな1年だったのかということで、今回の動画ではガモーレ2025年総括をさせていただきたいと思います。まずですね、今年2025年に入って昨年2024年から引き続きやっていたことの一つとして、過去の動画のブラッシュアップというのがありました。新規で作らせていただいているのはもちろんなんですけども、過去に作らせていただいた動画の一部をバージョン 1.2 とか 1.5 とかいろんな名前で再アップさせていただいているものがあります。コメント欄でも何人かの方にご質問いただいていたんですけど、これの目的というのは2つありまして、1つが著作権ですね。 BGM に関する著作権が私が動画をやり始めた時というのと状況が変わっていて、バンダイナムコゲームズの配信規約というのができたことによって年々変わりつつあります。私は主にゲーム関係の楽曲をメインで使わせていただいているんですけども、例えば以前よく私が使っていたガンダム戦記の BGM ですね。昔はゲーム配信の規約というのはそもそも存在しない世界だったので、使っていいのかというのは明確にされていませんでした。ただ現在バンナムのゲーム自体は規約で基本的には OK だけど、何か問題があったら連絡があった時はきちんと対応してくださいねみたいな感じになってきています。しかし BGM は権利関係が複雑なようで、ガンダム戦記の BGM というのは現在使うことができなくなりました。なのでそれに伴って YouTube 側からも通知が来たりするので、使えなくなったものに関しては非公開にしていたりします。でも通知が来るタイミングもバラバラなので、そのままにしていたり非公開にしていたりと動画によって状況がばらけています。ではそれらの BGM を差し替えて新たに出し直すのか、そのままお蔵入りにするのかってところなんですけど、個人的には僕がやっている解説動画っていろんな媒体からどういう風な設定があるのかっていうのを調べまくっていて、例えば以前の動画でニューガンダムを作る時とか何回かあったんですけど、今だと絶版になっていて売っていないような書籍を調べる時に国会国立図書館に行ったりとかして過去の文献を調べたりする時もあるんですよね。なのでいろいろ自分なりに頑張って調べて作ったものがそのままお蔵入りになって日の目を浴びることのない状態になるっていうのは、正直悔しいっていう思いになるので、できれば出し直したいなっていう気持ちになったりもしています。ただですね、そうは言っても BGM 差し替えるだけですぐ出せるかって言ったらそうでもなくて、最新の設定でいろいろと変わっているものとかもあります。なので全部網羅するっていうのもなかなか難しかったりするんですけど、それでもできる範囲でも少しはブラッシュアップして出したいというふうに考えています。お気づきの方もいらっしゃるかもしれないんですけど、バージョン 1.1 とか 1.5 とか 2.0 とか、私の中では 1.1 っていうのはほんのちょっとした差し替えぐらいで、 1.2 だともうちょっといろいろ踏み込んだりとか、バージョン違いでいろいろと実は自分なりのちょっとした思いを込めていたりしますが、そういった形で少しでもブラッシュアップして出したいという気持ちでいます。そのため過去の動画のブラッシュアップも今後も引き続きやっていきたいと思います。ちなみに直近のところでナラティブのブラッシュアップ版動画を出したんですけど、そんなに変えるとこないなこれって思って出したら、コメントで B2 はどうしたのって言われて、あ、抜けてたとか思ってね、悔しい思いしたのもありますね。普通に以前の UC エンゲージ動画で B2 出していたのを忘れるとか、いやでもしくったっていう気持ちと反面、またすぐに消して出し直すっていうのは正直 YouTube アルゴリズム的にもあまり良くないんじゃないかなっていう気持ちもあったりして、絶対にすぐに直さないとまずいような致命的なミスっていうのはさすがに直しますけど、そういうのは除いて修正はすぐにっていうのはちょっとためらってしまう時もありますね。そのため抜けているのがあったりすると、いやほんと申し訳ないです、すいません、次回の更新の時に直しますとしか言えないっていう風になってしまうこともありますね。それから今年は一年戦争の歴史とかグリプス戦役の歴史とか宇宙世紀100年までの歴史っていうのをやったので、次は105年のマフティードーラーに始まり、小型モビルスーツ開発、それから F91、そしてクロスボーンとビクトリーといった形で、先はできればクロスボーンダストをやってからガイアギアと G セイバーまでやって、宇宙世紀の歴史全部を描いた宇宙世紀の歴史完全網羅版の動画というのを作るというのが来年の目標の一つだったりします。ここに関しては気長にお待ちいただければ嬉しいかなと思っております。あとですね、今年ジークアクスも放送されましたが、そういった考察関係の動画ですね。やっぱり新しく番組をやっているというのはすごい盛り上がりますし、私もすごく楽しく見させてもらっていました。ただですね、正直僕はジークアクス系のモビルスーツデザインってそんな好きじゃないんですよね。別に好きとか嫌いとか皆さんいろいろあると思うんですけど、個人的には極論としてはガンダムに盛り上がってほしいというのが一番で、
ずっと続いていてほしいなって、ガンダムが存続してくれたら自分の好きな作品の新作とかもね可能性がつながると思いますし、例えば私はガンダムウィングが本当に好きなんですけど、今回新規 PV がめちゃくちゃ伸びていて、新作の話って今のところ公式からきちんとしたのは出ていないはずではあるんですけど、ウルズハントが上映された時に新作ができるかどうかは映画を見てくれる人の数によると思うみたいな話がスタッフ公演のところでちらっと出てたみたいなんで、やっぱり公式の方としてもそういう新作を作ろうと思ったらこの作品は勢いがあるからやろうみたいな、そういう実績って大事だと思うんですよね。だからこそ個人的には一部の好き嫌いはあっても作品自体が盛り上がるのは大歓迎なので、考察とかも含めてガンダム作品の盛り上がりに少しでも貢献できたらなと思っています。ちなみにウルズハントについてなんですが、映画館で上映された時私ね初日にすぐ見に行ったんですよ。でもね考察とか感想動画出さなかったんですよね。でそしたらコメントの方でなんで考察動画出さないんだっていう風にいただいたんですけど、出そうと思ってたんだけどな、いやこれなんか言えることもなんもなくないかみたいな感じになってしまって、実はそれで出さなかったみたいな経緯があったりしますね。映画見に行った時にあれこのシーンってアプリの方でなかったよなみたいな、最後の戦闘シーンとかもあったんですけど、いやそれ以外が本当にダイジェストでね、バルバトスアダプトとかも出たんですけど、何言えばいいんだろうなみたいになってしまいましたね。逆にウルズハント映画の上映の後にメタルビルド版のマルコシアスが出るっていう発表がされて、マントのところにバクラザン家の家紋が入っている衣装が追加されているのを見て、あ、そうか、マルコシアスって最後のバクラザン家のガンダムだったんだって判明したんで、いや逆にそっちで驚きましたね。これでなんかウルズハントのストーリーの先はちらっと見えた気はしました。ただね、ウルズハント自体がね上映スタッフトークでね、その見てくれるか次第で続編ができるか変わりますみたいな、そんなことだったので、ちょっと今の状況だとねプライムビデオとかの売り上げもなんか芳しくなさそうな気もするんで、映像展開続きが出るのかちょっと雲行き怪しいのかなと思っていたりはしますね。出てほしいんですけどね。逆に私サンダーボルト完結記念のディセンバースカイの映画館上映を見に行った時に、スタッフトークのところでバンダイフィルムワークスの尾形プロデューサーがサンボール映像化の熱烈アピールめっちゃされていたので、サンライズ的には多分サンボールの映像化っていうのは第一優先なんだろうなっていうのは感じましたね。ただ実際はアニメ監督の松尾さんが今他の予定が詰まってるので無理みたいな雰囲気をすごい出されていたので、ちょっとこれ時間かかるのかなとは思いますね。ただサンボールはバンダイからのやる気っていうのをすごく感じますので、映像化自体はかなり早そうな感じはしますね。それからガンダムウィングですよね。 PV でこれだけ数字が出ているのはやっぱり実績として見えましたから、この反応からね映像化しようって話は出てもおかしくないんじゃないかなと思いますね。正直ね、私個人の意見としては映像化してくれるんだったらもうフローズンティアドロップのマントとか取っ払ってかっこいいガンダムを見せてくれたらそれでいいと思ってるんですよ。で問題なのがエンドレスワルツのエンディングでね、その後モビルスーツを含めた兵器の存在は二度と見ることはなかったみたいになんか言ってるからね、おかしいっていう意見はよく見かけますし、正直フローズンティアドロップのモビルスーツが全部マント羽織ってるのってモビルスーツが存在しないなんて一言があるから、わざとそれをごまかすためにマントをつけてるというかつけざるを得なかったのかなみたいに思うんですよね。でも例えばマントを取っ払った白雪姫とかを描いたねフローズンティアドロップの火星の戦いを描いて、一番最後にこの戦いは地球の大統領のドロシー・カタロニアが権限を使って無理やり歴史から消し去った、そのため表舞台には残っていないみたいに言っちゃえばいいんじゃないのって思ったりしてるんでね、それぐらいの勢いでガンダムウィングの新作はやってほしいなと思いますね。話はそれましたが、今年は他にも特に10月あたりからやらせていただいていたネタ系動画ですね。皆様と少しでも交流を図りたいというのもあってアンケートを取らせてもらって、それに基づいた動画っていうのでやらせてもらいましたけど、最初ねアンケートを取らせてもらってめっちゃたくさんの意見いただいたので、これめっちゃいいやんと思って、じゃあこれもやろう、これもやろうみたいな感じでね動画いろいろ作ってたら、なんか気がついたらネタ系ばっかりになっておい期待解説じゃねえじゃねえか、どうしたんだこのチャンネルはってねコメントにいろいろと言われるようになり、いやそういうわけじゃないんだけどとか思ったりもしたんですけど、確かにね原点を忘れたみたいになってしまって、そらいかんなっていう風にすごい感じさせられましたね。それで皆様のコメントからふと我に返って、やっぱりバランスって大事なんだなっていうのを感じましたね。本当に皆様からの意見のおかげで気づけたっていうのはありがたかったですね。あとですね、ガンプラの方で
MGX の二色発光フェニックスっていうのをTwitter の方ではちょろちょろ投稿させてもらってますが、これはずーっと作っているんですけど、なんとかね、来年の早めには完成させたいなというふうに思っています。はい。ということで、ざっくりではありましたが、以上、機体や人物、歴史解説、そして考察にネタ系といったところで、いろいろとやらせていただきました。来年も引き続きガンダムの面白さを広めるチャンネルにしていきたいと思いますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。26年はね、早速1月末からハサウェイも公開されますし、シードフリーダムゼロも続報出るでしょうし、新規アニメはどうだろうな、わからんけど出てほしいですね。またいろんな新作に期待したいですね。ということで今回は以上となります。最後までご視聴ありがとうございました。年末年始はまた次の動画を出しますので、そちらでお会いしましょう。皆様も良い年をお迎えください。バイバイ。